こんにちは。包丁職人のパーカーくんです。CPM154 を使って柳を作ります。錆びにくくて切れ味も良くて刃持ちもいいトータルバランスに優れた粉末鋼材です。ざっくり不要な部分は切り取ったので、60番のベルトで外周を整えていきます。この鋼材はサクサク削れて作業がやりやすいです。外周が終わりました。これから焼き入れに出します。焼き入れから帰ってきました。HRC は62でした。60番のベルトで裏面を作っていきます。和包丁は裏面が一番大事なので、ここでバッチリ作っておきます。裏すきが綺麗に作れていないと、砥石で裏押しをした時にラインがガタガタになっちゃいます。60番のベルトでヒラと切れ刃を作っていきます。ヒラと切れ刃を交互に削って計算で出した数値にします。60番が終わって包丁の形になりました。次は120番で60番の目を消します。この鋼材は焼き入れ後も削ったり磨いたりしやすいので作業しやすいです。240番で120番の目を消します。いなくなっている時は包丁を冷やしています。高度が下がらないようにこまめに冷やしています。400番で240番の目を消します。ここから磨きの作業になります。この子全然曲がってこないですね。おとなしくてめっちゃやりやすいです。600番で400番の目を消します。
この後は800、1000番と続くので、この辺で、ジャンプ !1000 番が終わりました。胸と顎を磨いていきます。包丁の背側の部分が胸です。胸は長時間指を乗せた時に痛くないように、慎重に角を丸めながら、形が崩れないように磨いていきます。顎も指をかけた時に痛くないように、細く切ったベルトで角を取りながら形を崩さず磨いていきます。ここから手で磨いていきます。耐水ペーパーの1000番と2000番を専用の当て木に巻いて磨いていきます。ピンク色の液体は研磨補助剤です。バフで鏡面にしていきます。数種類の研磨剤を使って鏡面にしています。当てない部分は余計な傷が入らないようにマスキングテープで保護しています。絵を作っていきます。一番上と下に白い樹脂。金属の間にスタビライズドウッド。厚みの違う金属を3本。主体となる部分には G 点を使います。材料をカットしていきます。
スライス板で材料の平面をざっくり出します。スライス板で中子の穴を開けます。材料が揃ったので接着しています。固まったので四角に成形します。四角になったので八角に形を整えます。G 点は吸い込むと非常に体に良くないので、必ず防塵マスクを着用して作業します。八角になりました。240番で60番の傷を消します。G 点は黒炭に比べると削りにくいですね。400番で磨いていきます。G 点は劣化が非常に少ないので、木材の柄より長く使えます。その代わり少し重たいですね。800番でさらに磨いていきます。あとは同じ作業になるので、バフ終わりまでジャンプ。バフが終わりました。刃付けをしていきます。2000番の砥石から研いでいきます。虹色に見えるのは防水塗料です。砥石は面直し済みです。CPM154 は粉末鋼材にしては研ぎやすいです。同じ粉末鋼材のスーパーゴールド2より研ぎやすいです。5000番の砥石でさらに刃を細かくしていきます。
8000番の砥石で裏押ししていきます。まずは面直ししていきます。メロンパンみたいな模様を描いて、すべて消えたら平らになった証拠です。裏押しができたら表も研いで終了です。刃付けが終わりました。完成しました。刃全体を鏡面に仕上げました。裏押しもラインが狭く一定です。これは鋼材が良かったので、いつも以上に裏押しのラインが狭くて先の形もいいです。峰と顎も鏡面仕上げです。絵は G 点の黒を主体に作りました。スタビライズドウッドを金属の間に入れてアクセントにしてみました。試し切りしていきます。鶏の皮もスパッと切れます。食いつきがいいけど、切り込んだ後は滑らかな切れ味です。僕はこの感じの切れ味も好きです。今日は唐揚げにします。試し切りの日は必ず唐揚げになってます。最後まで見てくれてありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価お願いします。